ブッダの教え、心の時間を作る。ある王族の青年が出家し、ブッダの下で修行を始めました。その青年は、それからというもの、楽しい。毎日、楽しくて仕方がないと、独り言を言うようになりました。周りの修行僧たちは、厳しい修行を続けているのに、どうして楽しいなどと口にできるのだろう。と不思議に思い、あの修行僧は、きっと不道徳なことを想像して、楽しいと言っているのだろう。と噂するようになりました。そこで、ブッダに青年のことを伝えて、ブッダに叱ってもらうことにしました。ブッダは、青年を呼んで、あなたは、何が楽しいのだと、問いただしました。青年は答えました。私が以前、王宮で暮らしていた頃は、全く自由がありませんでした。しかし、出家し、ここで修行をするようになってからは、とても自由です。自由であることが嬉しくて、私はつい、楽しいと口にしてしまうのです。と答えました。ブッダは、それは、どういう意味なのだと、さらに問いました。王宮にいる時には、いつも警備の者たちが私の周りに張り付いていて、私は自由に行動することができませんでした。ですから、私はいつも息苦しい思いをしていたのです。ブッダは、なるほど、と頷くと、彼はまた話を続けました。それに、いつ敵の王国から兵隊が攻め込んでくるかわかりませんでした。家来たちが、私を裏切って、私の暗殺を計画する危険もありました。ですから、私はいつも不安な気持ちでいっぱいだったのです。しかし、出家した今、私は、そのような息苦しさや、不安から解放されて、心は安らぎに満ちています。楽しい気持ちで満たされているのです。ブッダは、大きくうなずいて、悟りを得ることとは、本当の意味での、精神の自由を得ることなのだ。その調子で、修行に励みなさい、と教えました。この話の中にあるブッダの大切な教えは、心を解放する時間を持ちなさいということだと思います。人は、自由のない、世界で生きていると、息苦しさを感じます。それがストレスとなり、生きていくことが辛くなっていきます。では、どのようにして、心を解放すればよいのでしょうか。心を解放する、たった一つの方法。この話に登場する、王族の青年は、王宮の中で、息苦しく、不安な気持ちで、暮らしていました。王宮の王族の生活といえば、何でも思うままになり、とても楽な暮らしのようにも思いますが、実際にはそうではなかったと青年はブッダに告白したのです。この青年の心境は、日常は役目に縛られて、自由がなく、息苦しく、いつ誰に裏切られたり、足を引っ張られたりするかわからない、という、ストレスのかかる生活でした。心身の健康のためには、この話に登場する、王族の青年のように、出家をし、安らぎの満ちた環境に身を移してしまうことができれば、それが一番いいのかもしれません。しかし、それは現実的ではありません。ブッダの教えには、精神の自由を得ることが、真の安らぎを与えてくれるというものがあります。精神の自由を得るとは、言い換えれば、一人になるという意味です。近くに誰かいると、少なからず、その人に気を使って、気持ちが束縛されてしまいます。ほんのひとときでも、一人になることで、精神が解放され、深い安らぎに、心を包む時間を、作ることです。夜、眠る前に、静かに瞑想する時間を作るのも、ストレス解消には良い方法です。何も考えず、頭の中を空っぽにして、呼吸だけに精神を集中します。そうすることで、心が解放され、安らぐはずです。本当の意味で、心が解放される、一人になる時間を、大切にしましょう。